今回の B リーグは相手を騙して得点を決めろ、演技がうまいのは誰だ、フェイク王決定戦。マジ完全にやられましたね。わからんかった。どうぞ。ベテランもルーキーも入り乱れての仁義なき戦いが勃発。一番なさそう、冷たくなさそうだなと思って。バレてるやん。じゃあバレーボールリーグ V リーグ、まずは今週の V リーグダイジェストから。首位名古屋に迫るサントリーはホームで2連戦。この日はミドルブロッカーポン選手の技が光ります。まずはアメリカ代表ラッセルのスパイクをブロックで止めると、劣勢の中サービスエース。絶好調のポン選手の活躍で JT 広島に2連勝しました。谢谢大家今天来给三等地加油也感受到了现场非常热情，希望以后不管是我们是主场还是客场多多给三等地加油，谢谢大家。パナソニックは西田柳田を擁する J テクトと対戦。エバデダンが西田を止めると、大塚も柳田のスパイクをブロック。大竹のレシーブのこぼれ球をクビアクが追いつくと、リベロ伊賀のこのスーパープレー。最終セットまでもつれ込んだ大接戦はパナソニックが勝利しました。僕はスタートからこうやって出してもらってたので今こういう賞をいただいてますけど、今日は本当に西山選手の力があっての勝利だったと思うので、この日の影の立役者は決定率 60% を超えるアタックとサーブで貢献した西山選手。自分でもやっぱハイレベルな戦いだったなと思うので、それについていくのに精一杯だったなという感想ですね。戦術的なこともいろいろ話したいんですけど、自分難しくてちょっと説明できないです。4位以内入りたいと思ってます。これからも応援よろしくお願いします。サントリーは2位、パナソニックは1つ順位を落として5位。ファイナル4進出に向け正念場です。今回私たちがディグる選手をご紹介いたしましょう。まずはパナソニックパンサーズ長野武選手、西山博人選手です。サントリーサンバーズ栗山雅史選手、藤中壮志選手です。お願いします。よろしくお願いいたします。今日はこちらの4選手とともにお送りしていきますが、バレーボールでは試合中さまざまなフェイクで相手を出し抜いて点を取ることも必要になってきます。フェイクセットというプレーもありますけれども、栗山選手、このフェイクセットというのはどんなプレーになりますでしょうか。基本的にはセッターがディグをした時にやるプレーなんですけども、セッターがディグを真ん中の、アウトサイドヒッターにそのままトスするんですよ。それを打ちますよって、パイプ打ちますよと見せかけてサイドの選手にトスを上げるっていうプレーです。相手を惑わす作戦の一つなわけですね。藤中選手はいかがですか。そのあたりフェイク、フェイントに対しての対応っていうのは。打つ選手も上手な人が多いので、先に動いちゃうと逆疲れたりとかっていうのもあるので、そこはもう待って後で反応というか、っていうのには心がけてます。さあ今回はそんなバレーボールの試合の中で欠かせないフェイクにまつわる企画をご用意いたしました。題してフェイク王決定戦。これから皆さんが行うのは、1人が回答者、残り3人がプレイヤーという形でフェイク演技をしている人を見抜くゲームに挑戦していただきます。プレイヤーのうち1人がフェイクの演技をしていますので、回答者はそのフェイクを見抜くことができれば10ポイント獲得。回答者がフェイクを見抜けなかった場合、プレイヤー全員が5ポイントを獲得しますが、フェイクの演技をしていた人だけは10ポイント獲得ということになります。相手のフェイクを見抜きつつ、うまくフェイクの演技をできた人が勝利ということになります。最初のゲームはこちら。ビリビリしていないのは誰だ。嫌な予感するな。回答者は栗山選手ということになります。プレイヤーの皆さんにはこれからビリビリペンを
していただくんですが、2つはビリビリペン、1つはビリビリしないペンでございます。つまり1人だけビリビリしているというフェイクの演技をしていますので、それが誰かを栗山選手に当てていただきます。さあでは1本ずつお取りください。こういうとこ絶対じゃないんで両サイドいやいやいや、真ん中絶対あれですよ。バリ怖いよもう本当にわでいこうやわ全員もう大げさに驚きです。もう無言の声出しなちょっとあってもあれ怪しいなみたいなビリビリの人はちょっと我慢気味でもいいそうです。ではまず長野選手から。いきますよ長野選手からバリ怖いお願いします。さあこれは本当のビリビリペンなのかそうじゃないのか。すごいこれマジで。続いて西山選手お願いします。さすが西山選手地味だったな。これはどうなのか。では藤永選手、はい、お願いします。うわー、嘘くせえ。そうし嘘くせえな今の。さあ考えております栗山選手、一体どうなのか。長野さんビリビリしてたなあれは。してたわ。だいぶ大きかったもん。最初だから分かる。西山はリアルだった。うわー。誰がビリビリしていなかったのか、フェイクだと思う人、ではお願いします。西山選手ビリビリしてないと思います。果たして合っているのか。それではフェイクの演技をしていた人は手を挙げてください。長野選手我慢したということで栗山選手は不正解です。いやー長野選手でしたか。じゃあ西山選手は本当はビリビリしていた。はい、してました。でもあのリアクションだったんですね。はい、ちっちゃい時に触ってたんで慣れはあります。なるほど。完全に長野さんにやられましたね。分からんかったっす。長野選手迫真のフェイク演技で10ポイント獲得です。続いてはこちら、酸っぱくないのは誰だということで、プレイヤーの皆さんにはこれからジュースを飲んでいただきますが、2つは酸っぱいジュース、1つは酸っぱくないジュースです。1人だけが酸っぱいというフェイクの演技をしていますので、それが誰かを当てていただきます。顔に出ませんこうみたいな。酸っぱいの苦手。苦手？絶対顔出るよね。キュッみたいな。だからもう酸っぱくない人がちょっと寄せるしかない。1番目見て反応見て上手にやろう。はい、寝てたんじゃないですか。外してください。はい、マスクも外してください。では栗山選手お願いします。おお、これはどっちなのか。長野選手もうなずいております。では続いては藤永選手いきますか。よし。ちょっと今表情に出ましたけれども、これがフェイクなのかどうか。では参りましょう。西山選手お願いします。何も言わない。酸っぱくないジュースを飲んだのは一体誰なのか。長野選手お願いします。藤中壮志。藤中選手が酸っぱくないジュースを飲んだ。最初いけるなでもっていう酸っぱいなみたいな、なんかそういう顔をしたのをフェイクだと思うんですけど、これを安心した栗山なんですよ本当は。だからこれが栗山が正解です。栗山です。
変えたという、はい、そうです心理戦安心したです心理戦安心したんですあいつは多分これはもう読み合いですね、だから栗山です酸っぱくないジュースを飲んだ人、フェイクをしていた人は誰ですか？手を挙げてください。やばいと思ってやばいと思ったけど変えなければよかった。当たってたやばいと思ってやったこれ空気読んだ俺やった読んでるいやうわと思った顔やったかお前らお前らそれうわと思った顔やったよなめっちゃ嬉しかったんやけど変えたと思ってよしよしよしと思ってそれを裏の裏を読みすぎた長野選手の勇み足で藤中選手が10ポイント獲得。栗山選手、西山選手も花ボタの5ポイント獲得です。続いてのゲームはこちら、嘘エピソードは誰だ。嘘のような本当の話というテーマで話をしていただきまして、嘘の話をしている一人を当てていただきます。誰からいきましょうか。はいはい、長野選手からではお願いします。某選手とまあ家でまあバーベキューしてました、はい、休みだったんで、まあ、盛り上がり、まあ、気づけばまあ2時に、はいまあ回ってまして、タクシーで帰れるからタクシー拾うわと、はい、まあ、タクシーを探しながら歩いてたんですけど、はい、家に着いてました。タクシー見つからずで結局2時間半歩いて、はい、で夏なんでサンダルで、はい、ベロ酔いで、はい、で歩いてちゃんと帰ってました絶対どっかでタクシー拾えるだろうと思ってたんですけど家着いてました家着いていたさあどうでしょう。いやこの話は嘘か本当かというところでございます。では続いて、はい、栗山選手お願いします。昨日の話なんですけど、はい、昨日オフで僕普段宝くじなんか絶対買わないんですよ。スクラッチとかも全然しないんですけど、はい、あれなんか今日当たりそうな気がすると思って300円だけスクラッチしてみたんですよ、はい、そしたら初めてなんですけど3000円当たりました3000円、はい、さあこの話はさあどっちだ、嘘か本当か、一体どっちなのか、藤中選手お願いします。はい、自分が大学1年生の頃の話なんですけど、大学の近くに心霊スポットみたいなのがあって、はい、自分は行ってないんですけど他の同期とか先輩とかが行ったらしくて、はい、一人こう呪われたじゃないですけど取りつかれたみたいな、財布落としたりこう最終的にはこう事故したんですよ。もう頭ぐるぐる巻きみたいな。でもそれはやばいってなってこうお祓いに行って、はい、お祓いに行ってから1ヶ月ぐらい練習中もお守りつけてました。そうですか。難しい。この話は嘘か本当か一体どっちなのか。西山選手、嘘の話をしていた人は誰なのか答えてください。栗山選手。栗山選手、嘘の話をしていた方は手を挙げてください。弱いっすわ。ちょっと待って。いや嘘だってスクラッチ200円じゃね？そうなんですよ。自分も思ったんです。俺300円って言ってたじゃん。おいおいおい。今考えたんです本当に。自分も嘘の話用意してねえなと思ってこの何十秒かでいやもう無理。エピソードが弱すぎる本で。これはもうダメだと思った。もう弱すぎる本で俺だけエピソード。300円だけ。栗山選手のスクラッチ購入金額のミスを冷静に読み取った西山選手が10ポイント獲得です。続いてはこちら、冷たくないのは誰だ。プレイヤーのお三方にはこれから氷水に足をつけてもらいます。一つは何も入っていません。つまり一人だけが冷たいというフェイクの演技をしていますので、それが誰かを当てていただきます。
足をつけた時の音でバレてしまわないようにヘッドホンをつけたまま見ていただきます。何言ってるか分かってない。いや大丈夫。みんな冷たいリアクションしましょうか。だから頑張らなきゃいけない。でこれ終わるまでずっと入れとかないといけない。そうですね。でも皆さん一斉にこれ入れていただきます。あ、せーので。はい。一斉に入れます。一斉に入れます。では足を入れてください。せーの、どうぞ。さあ。どうしよう。一体誰が氷にして誰が。長い。では足をもう出してください。もうなんか顔芸してるようなこっちからするともう何も聞こえず。答えをお願いします。氷水じゃなかったのは西山選手。お、西山選手という答えになりました。では正解を発表いたします。正解はこちらです。どうぞ。ということで見事西山選手正解。西山選手の作戦としてはどうだったんですか？まあ自分は演技に徹するのみだったんで、どうやったのこいつ？うまかった？いや一番なさそう冷たくなさそうだなと思って。それが演技だ。逆にね。全然平気でみたいな。おかしいな。合ってました。俺アイシングとかせんからマジ冷たかった。びっくりしたほんまに。気持ちこうまあまあ氷入れてますもんね。かなり入っています。僕結構余裕でした。余裕でしたって入れる。全然冷たくないです僕。入れる。ずっと入ってますもんね。アイスバスって言ってやるんですよサントリー。全員じゃないですけど。だからちょっと慣れてます。全身こんなん入るんで。そうなんですか。一番長野選手、栗山選手が顔芸をやりすぎた。藤中選手がフェイクを見抜いて10ポイント獲得です。Vリーグ結果発表。優勝は藤中選手です。優勝した藤中選手には V リーグからこちら豪華商品をプレゼントさせていただきます。おめでとうございます。お前何歳だっけ？23です。まだ早いそういうの早いよまだ。ダメこちらプレゼントさせていただきます。最後皆さんで V リーグのポーズで締めさせていただきます。それではいきますよ。せーの V リーグありがとうございました。チャンネル登録と SNS のフォローもよろしく。せーの V リーグ